こんにちは。いただきます百科へようこそ。今日のテーマは桜餅の葉っぱです。春になると和菓子屋さんやスーパーで見かける桜餅。淡いピンク色のお菓子に塩漬けの桜の葉が巻かれている春を象徴する和菓子ですよね。ところでこの桜餅の葉っぱ、皆さんは食べるでしょうか？それとも剥がすでしょうか？葉っぱも一緒に食べるものだと思っていた。香りだけ楽しんで葉っぱは外している。実はどちらの食べ方をしている人もいます。ではなぜ桜餅はそもそも葉っぱに包まれているんでしょうか？実はこの葉っぱ、日本人の季節感と深い関係があるんです。今日はそんな桜餅の葉っぱについてゆっくり見ていきたいと思います。桜餅に使われている葉は大島桜という桜の葉です。そしてこの葉はそのまま使われているわけではなく、塩漬けにされています。桜の葉を塩と一緒に漬け込むことで、独特の香りが生まれるんです。実は私たちが桜の香りと感じているものは、花の香りというよりもこの葉の香りに近いものなんです。和菓子の世界ではこの香りをお菓子に移すために桜の葉が使われてきました。桜の葉は塩漬けにすると甘い香りが出ます。その葉をお菓子に巻くことで桜の香りがお菓子に移るんです。つまり桜餅の葉は香りを楽しむための存在なんです。桜餅に葉っぱが巻かれているもう一つの理由は保存のためです。日本では昔から葉で食べ物を包むという知恵が使われてきました。葉には乾燥を防いで日持ちを良くする働きがあり、食べ物を優しく包んで守ってくれます。桜餅の葉も同様に香りをつけ、お菓子を守る役割を持っているんです。では本題です。桜餅の葉っぱは食べるものなのでしょうか？結論から言うと、食べてもいいし食べなくてもいいんです。和菓子職人の間では桜餅の葉は香りを移すために巻くものだと言われることもあります。そのため香りを楽しんだら葉は外して食べるという人も多いそうです。また桜の葉は塩漬けにしてあるため塩気が強いこともあります。そのため葉を外した方がお菓子本来の美味しさを楽しめるという考え方もあります。一方で葉の塩味とあんの甘さとの組み合わせを楽しむために葉っぱごと食べるという人もいます。つまり桜餅の葉っぱは必ず食べるものでも必ず外すものでもなく、好みによって食べるかどうかを選んでいいものなんです。ここで少し日本の食文化の話をしたいと思います。桜餅の葉は実は春を表す役割も担っています。日本の食の世界では味はもちろん香りや見た目なども季節を表現する大切な要素です。例えば春らしい淡いピンク色を目にしたり、桜の葉の香りを感じることで春が来たなと感じる人も多いのではないでしょうか。桜餅は桜の葉が添えられることで見た目にも香りにも春らしさが加わります。つまり桜餅は味や香りだけでなく見た目も含めて春を味わうお菓子なんです。実は桜餅にはもう一つ面白い文化の違いがあります。それは関東と関西で食べ方の傾向が違うことです。一般的に関東では葉っぱを外して食べる人が多く、関西では葉っぱごと食べる人が多いと言われています。ではなぜこのような違いが生まれたのでしょうか。実は桜餅は関東と関西ではお菓子そのものが違うんです。関東の桜餅は小麦粉を薄く焼いてあんこを巻いたクレープのような形、長明寺と呼ばれ比較的さっぱりとした味わいが特徴です。一方関西の桜餅は道明寺と呼ばれます。もち米を蒸して作るお菓子で、もちもちとした生地に残る粒の食感が楽しめます。しっかりとした甘みがあるのも特徴です。この違いが葉っぱの食べ方にも影響しています。関東の長明寺は比較的さっぱりしたお菓子です。そのため桜の香りを楽しむために葉を巻き、食べるときは外す人が多いと言われています。一方関西の道明寺は甘みがしっかりしているため、葉の塩味と一緒に食べても味のバランスがいいと言われています。さらにもう一つ理由があります。それは葉っぱの剥がしやすさです。
長命寺は生地の表面が乾いているため、比較的葉っぱを剥がしやすいお菓子です。一方、道明寺は粘り気があるため歯がくっつきやすいんです。このようにお菓子に使われている素材によって味わいや歯の剥がしやすさに違いがあることも食べ方に影響しているのかもしれません。ちなみに、もし葉っぱを外して食べたい場合は、端からゆっくり横に引くようにすると比較的きれいに剥がれます。ぜひ試してみてください。ちなみに私自身はというと、小さい頃は桜餅は葉っぱごと食べるものだと教わりました。ただ、大人になってから気づいたんですが、お店によって葉っぱの柔らかさや塩気が意外と違うんですよね。なので最近は歯が硬かったり塩気が強いなと感じるときは外して食べることもあります。私の周りでも歯を食べる人もいれば剥がす人もいます。なのでどちらが正解ということはないんだなと感じます。桜餅の葉はその日の気分や好みに合わせて楽しむものなのかもしれません。いかがでしたでしょうか。たった1枚の葉っぱですが、その中に意外と知らない事実が隠されていたんではないでしょうか。桜餅の葉っぱは食べるべきか外すべきか、決まった正解はありません。ただ、そこには日本人の季節を表現する美的感覚があることをぜひ知っておいてほしいなと思います。もし次に桜餅を食べる機会があったら、その見た目や香りにも少し注目してみてください。このチャンネルでは、いただきますの周りにある日本の家庭の食と暮らしをテーマに動画を投稿しています。この動画が良かった方は高評価とチャンネル登録をお願いします。そして取り上げてほしいテーマがあればぜひコメントで教えてください。それでは今日も心地よい食事の時間をお過ごしください。